家と塀の隙間に小屋を作ります。ノー！一人乗っても割れない。素人なので図面は描けませんが、イメージ図なら描けます。作ってグラグラしたら補強材を追加します。柱は11センチ角。ちょっと太すぎですが、もらったものなのでありがたく使わせてもらいます。これが棟木や桁などに使う 45×60mm のベイマツ。ホームセンターで安い4メーターものを買いました。軽トラに乗せると違反になるので、ホームセンターで半分にセルフカットしました。結果、屋根の長さは2メートルに決定。他に使い石、杉板を用意しました。使用する電動工具がこちらです。丸ノコ、電気カンナ、ジグソー、インパクトドライバー。手動でも工作できますが、作業スピードが全く違います。手で作業を終わらせるにはフリレン並みの寿命が必要となります。いただいた柱や杉板は表面が荒削りなので、電気カンナで滑らかにします。このカンナは切削深さを 0.1 から1ミリに設定できます。表面が滑らかになりました。雨ざらしの木材もあっという間にきれいになります。屋根勾配は 10% です。柱を 10% の傾斜にカットします。これが大変です。丸ノコは小さくて一度で切断できません。ひっくり返して切断しますが、案の定合いません。なので計測してやり直します。丸ノコで切っていったら永遠に合いそうにないので、電動カンナで削ります。合いました。木材同士をそれぞれ半分ずつ切り替えて組み合わせる接合を合かき継ぎというらしいです。接合部分を加工します。このバリバリという音と感触が大好き。柱4本の合鍵付き
加工が終わりました。針の木材は柱と同じ木材にする予定でしたが、重いので家にあった一回り小さい8センチ角のものを使います。合わせます。ぴったりと思ったら修正が必要です。合っていないように見えますが、合ってます。全然合ってます。完璧です。抜けろ。このぴっちり加工したのが後々で問題になります。一本の柱に合鍵継ぎが1、2、3、4箇所必要です。ぐわー、めちゃくちゃ時間がかかる。最後の木材を加工している頃には火が落ちました。残念ですが、ここからは時間外労働です。その前に継ぎ手加工が終わった木材をご覧ください。胸木です。屋根の勾配に合わせ10% の勾配をつけます。この加工に必要なのが電気カンナです。削り終えました。油性ニスで塗装をします。うお、めっちゃ濃い。そこに濃縮されていました。ペイント薄め液で薄めます。時間外労働の成果です。さあ、組み立てるぞ。
入りません。ピッチピチに加工した繊維もありますが、厳密に検証すると、それぞれ直角でない、高さが合っていない、土地が水平でないなどが考えられます。その結果、無理やり入れようとしてNO! 破損したり浮いちゃったりするので、スペーサーを入れます。それでも着実に組み上がります。ついにやっちゃいました。針が木に当たります。木を倒したくないし、柱を外して穴を開け直すのも面倒なので、とりあえず反対側に仮止めします。ぽっかり空いた空間を埋めます。多少のトラブルはありましたが、骨組みが完成しました。意外と丈夫です。一人乗っても壊れない。懸垂だってできちゃいます。壁板を張ります。突き合わせると光が漏れます。断面を削って重ね合わせます。すると光は漏れません。小屋の形状に合わせて板を加工します。まっすぐ切れていないところがあります。カンナで修正します。きれいに整いました。全16枚の加工が終了しました。これらを一瞬で塗装します。一瞬で塗装が終了しました。これを貼ったらどんな感じになるか楽しみです。ワクワクします。
最終工程の屋根です。ガラスネット波板を用意しました。波板を小屋の型に合わせると隙間ができます。家の壁と小屋が直角になっていないからだと思います。それを踏まえ波板を切断します。波板を固定するスクリューです。90本入っていますが大半を使用します。つながっていますがプチッと引きちぎって使用します。これだけのスクリューを手で取り付ける気にはなりません。波板を取り付ける前に水切り板を取り付けます。ブリキニネジは立ちにくいのでポンチングします。計2ミリの下穴を開けます。スクリューは山3つ飛ばして取り付けます。枝が気になります。将来枝がどんどん太くなった時に屋根が出来上がっていると切断が難しくなるので今のうちに切らせてもらいます。小屋が完成しました。玉ねぎだって干せちゃうし、小猿だって生えます。今後は種や照明をつけて小屋を充実する予定です。今回の小屋作りに関してぜひ感想をお聞かせください。高評価をいただけるとモチベーションが上がります。キンキン新プロジェクト荷台の蓋をお送りします。お楽しみに。配信を見逃さないようチャンネル登録をお願いします。今日は最後までご覧いただきありがとうございました。